皇居外苑、北の丸公園の北端にやってきました。この大通りは九段坂。先に見える交差点が九段下です。東京メトロの九段下駅を降りたら、この坂道を上がります。武道館の玉ねぎが見えました。ちょうどこの辺りが北の丸公園の入り口、田安門です。この北の丸公園の西側に、内堀、千鳥ヶ淵があります。この木々の向こうに、お堀があるわけですね。今回はこの北の丸公園の西側にある内堀、千鳥ヶ淵に沿ってお花見散歩をしてみようと思います。ちょうど隣に靖国神社があります。気象庁が桜の開花宣言や満開の発表を行う標本木があります。ほぼ満開に咲いていますね。千鳥ヶ淵でのお花見も楽しみです。スタートは田安門。千鳥ヶ淵のこの場所はお気に入りスポットの一つです。水辺を抱くように咲く桜が圧巻です。ではこの千鳥ヶ淵に沿って歩いていきましょう。ここにトイレがあります。今のうちに行っておきましょう。ここも人気の撮影スポットです。ボートが見えますね。この先にボート乗り場があります。お堀の向こう岸は北の丸公園、千鳥ヶ淵を挟んで両側で桜が咲いています。ここから千鳥ヶ淵緑道に入ります。千鳥ヶ淵緑道はお堀沿いに約700メートル続く遊歩道です。この時期、ソメイヨシノを中心に約140本の桜がひときわ美しいと評判です。この千鳥ヶ淵緑道、今は美しい桜並木が続いていますが、かつては全く違う風景が広がっていました。実はここ、かつて都電が走っていたそうです。開業は明治40年、1907年のこと。当時は九段坂の急な勾配を避けるため、千鳥ヶ淵の堀沿いにルートを取ることになったんだとか。九段下から坂を上り、千鳥ヶ淵沿いを通って三番町を経て半蔵門へ向かう路線でした。ちなみにこの先の半蔵門からは青山方面や新宿方面へとつながっていたそうです。今は静かな桜並木ですが、かつてここをチンチンと音を鳴らして走る都電があったと思うと、ちょっとロマンを感じますね。もう10年前ぐらいは会社の人がなんと思う。その後、昭和5年、1930年の内堀通りの完成に伴い、千鳥ヶ淵沿いから内堀通りにルートが変更されたと言われています。こうして
堀端を走っていた急線は静かに姿を消し、跡地はしばらくの間使われないままでしたが、昭和54年、1979年、都心の緑地整備の一環として遊歩道として整備され、今の千鳥ヶ淵緑道の姿へと生まれ変わりました。ちんちん電車の響きが聞こえていた時代に思いを馳せながら、こうして桜並木の下を歩くのもまた特別な体験ですね。随分咲いているように思いましたが、この辺りはまだこれから咲く雰囲気ですね。ボートもたくさん、のんびり優雅です。これは椿でしょうか。花びらが幾重にも重なり綺麗ですね。これは乙女椿です。淡いピンク色の八重咲きが特徴です。菜の花の向こうにボート乗り場が見えます。前言ったでしょ？ないとね。これは何ですかね。これは事前購入のスマートチケットの案内ですね。希望する日時に並ばずに乗船できるものだそうで、今年2025年に初めて導入されたようです。いいですね。桜の時期はどこも混雑していますから、事前に確保できると便利です。ただし1時間1万円らしいです。マジか。ちなみに当日券はいくらですか？桜の時期で1時間1600円、通常期で1時間1000円みたいですよ。そうですよね。
それぐらいでないと。ただ桜の時期の混雑を避け時間を有効に使える機会があるというのは良いことですね。ちなみに売上の一部は千鳥ヶ淵の桜の景観保全を目的とする千代田区桜基金へ寄付するとのことです。お、ここはちょっとした展望台ですかね。そうです。千鳥ヶ淵ボート場の管理棟屋上部分を利用した展望台ですね。お堀の水面から満開の桜を見上げるのは圧巻でしょうね。乗ってみたいです。都会の真ん中とは思えない静けさと風情がある非日常空間。ぼーっと見てられます。ボート手漕ぎボートの他にスワンボートもあります。この行列はもしかして当日券のボート待ちですか？そのようです。どこまで続いているのでしょうか。では先に進みましょう。おお、並んでますね。この待ち行列を4倍速で追ってみましょう。ようやく最後尾、だいたい260人ぐらい並んでいました。2人1組として130組、ボートの数が約50艇として1回の乗船時間を60分とすると1ターン60分で最大50組まで出発可能。130組割る50組 2.6 ターンの待ち時間が発生、すなわち約2時間40分待ちというところでしょうか。土日は一方通行、帰りは道路の向こう側を歩くようです。左側に見えるのは首都高速都心環状線 C1 です。と言っている間に千鳥ヶ淵緑道も終わりに近づいてきました。この大通りは内堀通り。千鳥ヶ淵緑道を走ってきた都電の急線はここで左方向に進んで半蔵門に向かったと思われます。内堀通りが開通してからは都電のルートも切り替えられ、急線は廃止。新たに九段坂上から内堀通りを通って半蔵門方面へ向かう新線が開通しました。この区間は都電番長線と呼ばれていたようです。千鳥ヶ淵緑道は終わりましたが、内堀通りの先に桜並木が見えるのでついでに行ってみよう。千鳥ヶ淵交差点です。奥から手前が内堀通り、左方向に大官庁通りです。ここからもう一つの公園、千鳥ヶ淵公園に行ってみたいと思います。ここにも桜並木がありますね。
ソメイヨシノや山桜など約170本の桜が植えられているとのことです。このお堀は半蔵堀、お堀の向こうは皇居です。千鳥ヶ淵緑道ほどではないですが、お花見している人は結構いますね。千鳥ヶ淵緑道を戻るより新しい風景を求めてこちらに来たのは正解でした。何やら気品漂う優美な外観の建物が見えてきました。駐日英国大使館ですね。英国王室の紋章が施されています。明治38年1898年、英国公使アーネスト佐藤が大使館前に桜を植えたのがきっかけで、この一帯が東京の桜の名所になったと言われています。少し遠いですが半蔵門が見えます。あ、屋台があります。まだ朝10時と早いので営業してませんね。しかしお堀側にお店があると景色が楽しめません。そうですよね。道路側にお店を広げてくれればいいのに。展望エリアは空いてるので行ってみよう。国会議事堂も見えますそう。
ゃんと道路側にお店があるじゃないですか。ケバブのお店ですね。千鳥ヶ淵公園も残すところあと少し。内堀通りと新宿通りの交差点、ここが半蔵門交差点です。奥に向かって国道20号線、いわゆる甲州街道です。江戸幕府によって整備された五街道の一つ、ここ江戸城半蔵門から新宿、八王子、そして甲府を経て下諏訪の中山道との合流地点へとつながっています。奥に見えるのが半蔵門。半蔵門をくぐると皇居になりますので警備は厳重です。半蔵門の南側に広がるお堀は桜田堀と言います。ここで終わろうとも思いましたが、約150メートル先に国立劇場の桜が見えるので、さらに行ってみよこのほど走っている人が結構いますね。う。ここはいわゆる皇居ランのルートなんです。気持ちよさそうに皆さん走っています。私は自転車で走ったりもしますが、特にここから桜田門までの区間は開放感もあって格別です。道路の向こうが国立劇場。桜が満開ですね。
ころはここまで。千鳥ヶ淵緑道だけのつもりが桜の木々に誘われて千鳥ヶ淵公園、そして国立劇場まで歩いてきました。このまま皇居ランのルートに沿って桜田門、そして皇居外苑、東京駅まで歩いてもあと 2.6km 程度です。桜だけでなく色とりどりの春の花、新緑の木々を楽しみながらさらに歩いてみるのもおすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もお願いします。